2025年8月、シンガポール。ある日、捜査当局のもとに1枚のスクリーンショットが届いた。そこには、世界的に有名なハリウッド俳優の顔写真と名前、そして一つのメッセージが写っていた。今だけ参加できる特別な投資案件があります。一緒に未来を作りませんか？しかし、その俳優は、そのメッセージを送ったことなど、一度もなかった。被害者の数は7000人を超えた。失われた資金の総額は、実に2億ドル。日本円に換算すれば、300億円近い額に上る。しかも、その資金がどこへ消えたのか、誰も最初は気づかなかった。事件の発端は、インスタグラムとテレグラム上に出現した一つの偽アカウントだった。そのアカウントは、本物の俳優と見分けがつかないほど精巧に作られていた。投稿内容、写真、フォロワーとのやりとり、すべてが本物らしく演出されていた。そしてそのアカウントは、ある仮想通貨を熱心に宣伝し続けた。その名は、メタゴールド。開発チームは存在するとされていた。ホワイトペーパーもあった。ロードマップもあった。しかし実際には、何一つ実在しなかった。プロジェクトの背後には、中国とロシアの鉱材とつながる、巧妙に隠された資金移動のネットワークが広がっていたのだ。では、この罠にはまった人々は、一体どんな日常を送っていたのか。彼らは特別に疎い人たちではなかった。ごく普通の、あなたの隣にいるような人たちだった。次は、その被害者たちの、あの日の朝に迫る。シンガポール、東南アジアの金融都市として知られるこの街は、清潔で、整然としていて、どこか安心感を与える場所だ。その朝、マーリナは自宅のキッチンでコーヒーを入れていた。30代の会計士。仕事は堅実で、浪費もしない。けれど、将来への漠然とした不安はいつも胸の奥にあった。スマートフォンを手に取る。インスタグラムを開く。そこには、見慣れたあの俳優のアカウントからダイレクトメッセージが届いていた。新しい投資の機会があります。あなただけに伝えたい。胸が高鳴った。まさか、本人から連絡が来るとは思ってもいなかった。一方、同じ頃、北部の住宅街に住む62歳のラジエッシュも、朝の日課であるニュースチェックの途中で、そのメッセージに気づいていた。定年を数年後に控えた元エンジニア。老後の資金を少しでも増やしたいと、ここ数年、投資情報を熱心に調べていた。彼のテレグラムには、同じ俳優を名乗るアカウントから、コインの説明動画が送られてきていた。滑らかな音声、洗練されたグラフィック、そして、権威ある専門家とおぼしき人物のコメント、どれもが、本物に見えた。二人は知らなかった。このメッセージが送られた時点で、すでに数千人が同じ罠の前に立たされていたことを、そして、あのアカウントの向こうに、本物の俳優など、どこにも存在していなかったことを、その日の夜、マーリナは初めての送金ボタンを押す。マーリナの指が、送金ボタンの上で止まった。一瞬だけ、躊躇があった。しかし画面の中では、あの俳優の名前がついたアカウントが、温かみのある言葉を並べていた。あなたを信じているから教えた。そう書いてあった。彼女は、ボタンを押した。2025年2月、シンガポール市内では、同じ瞬間に、同じ動作をしている人間が何百人もいた。仮想通貨、メタゴールドへの投資は、インスタグラムとテレグラムを通じて静かに広がっていた。入り口は常に同じだった。有名俳優を名乗るアカウントからの、個人的なメッセージ。特別な機会を、あなただけに伝えたい。そのメッセージを受け取った人々は、自分が選ばれたと感じた。疑う理由が、見当たらなかった。アカウントのフォロワー数は数十万。投稿には本物の写真が並び、コメント欄には称賛の言葉が溢れていた。プロジェクトの説明動画は、高度に作り込まれていた。専門用語が飛び交い、グラフは右肩上がりを描いていた。登場する専門家たちは、流暢な英語で利益の確実性を語った。しかし、その全てが虚構だった。メタゴールドの開発チームは、実在しなかった。ウェブサイトに記載された住所は、存在しないビルのフロアだった。電話番号は、かけるたびに別の国に繋がった。被害者の一人、エンジニアのラジエシュは、後にこう語っている。最初の送金から3日後、追加投資を進めるメッセージが届いた。その時は、まだ疑っていなかった。
6ヶ月の間に7000人以上が罠にかかった。集まった資金は総額2億ドルに達していた。そしてその金は瞬く間に動いた。ブロックチェーン上の記録は中国とロシアの複数口座へと続く精巧な資金の流れを刻んでいた。最初に異変に気づいたのはシンガポール在住の会計士チャン・ウェイだった。彼は送金後2週間が経っても利益が反映されないことに気づき、取引記録を自ら調べ始めた。そしてある事実に行き当たった。自分の資金がプロジェクトの口座ではなく全く別の経路へ流れていたことをチャンはすぐに当局へ連絡した。こうして捜査の扉が静かに開き始めた。チャン・ウェイからの通報を受け、シンガポール警察庁は即座に動き出した。担当したのはサイバー犯罪捜査局の精鋭チームだった。彼らはまずチャンが持ち込んだブロックチェーンの取引記録を精査した。データは膨大だった。しかしその中にある規則性が潜んでいた。資金の流れは一見するとランダムに見えた。しかしよく追うと違った。複数の中継ウォレットを経由しながら最終的に同じ方向へ収束していたのだ。中国国内の口座、そしてロシア系の金融機関へと、捜査チームはこの経路をミラーリング構造と呼んだ。資金を何層にも分散させることで追跡を困難にする高度な隠蔽手法だった。単純な詐欺師の仕業ではない。組織的な犯罪集団の関与が強く疑われた。2026年1月、シンガポール警察庁は公式声明を発表した。被害者数は7000名以上。被害総額は2億ドルに達すると、そして、この事件を国際的な詐欺事件として正式に捜査を開始すると宣言した。声明は、国内外のメディアを震撼させた。被害者たちの間には、ようやく光が差し込んだという安堵と、なぜもっと早く気づけなかったのかという後悔が入り混じった。そして捜査が進む中、最初の手がかりが浮上した。メタゴールドの初期プロモーション投稿を遡ると、一つのアカウントに行き着いた。そのアカウントの持ち主は、驚くべきことに、事件発覚の直前に姿を消していた。彼のアリバイは、果たして本物だったのか。そのアカウントの持ち主は、コードネームで呼ばれていた。捜査チームは彼を、最初の声、と記録した。メタゴールドの宣伝投稿が初めてインターネット上に出現した日。その投稿を最も早く拡散させた人物だったからだ。名前はリャン・ウェイ。表向きは暗号資産のコンサルタントを名乗っていた。シンガポール在住とされていたが、実際の住所は存在しなかった。捜査官たちが彼のアリバイを確認しようとした時、奇妙な事実が浮かび上がった。事件が表面化した2025年11月、リャンはすでにシンガポールを離れていた。出国記録によれば、彼はマレーシアのクアラルンプールに向かったとされている。しかしクアラルンプールの当局に照会すると、該当する人物の入国記録は存在しなかった。彼はどこに消えたのか。ブロックチェーンの追跡班は、リャンが使用していたとされるウォレットアドレスを特定した。そのウォレットから、被害者たちの資金の一部が段階的に別のアドレスへと分散していた。最終的な送金先は、3つの国にまたがっていた。中国、ロシア、そして意外にも、アラブ首長国連邦だった。アリバイは存在しない。しかし証拠もまだ断片的だった。2026年3月、シンガポール警察庁は国際刑事警察機構と連携し、正式な捜査結果の一部を公表した。声明の中には、組織的な詐欺ネットワークの関与が明記されていた。被害額は確認されただけで2億ドルを超えると発表された。だが公式声明には、一つの重大な事実が含まれていなかった。ネットワークの内部に、もう一人の協力者がいたという可能性だ。その、は、次の調査で明らかになろうとしていた。敵だった。は、意外なところから生じた。被害者たちが独自に集めたブロックチェーンの取引記録。その中に、奇妙なパターンが潜んでいた。資金の流れを追っていくと、ある特定のウォレットアドレスだけが、他とは異なる動きをしていた。送金のタイミングが、わずかにずれていたのだ。それは偶然ではなかった。そのウォレットは、詐欺グループの外部にあった。しかし、完全に無関係でもなかった。資金の一部が、そこを経由して別の経路へと流れていた。まるで、
誰かが意図的に痕跡を薄めようとしたかのように、捜査当局はこの事実を把握していた。しかし、公式声明には一切含まれていなかった。なぜか、それは、捜査がまだ続いていたからだ。あるいは、公表できない理由があったからか。2026年3月末、匿名の内部告発者が、ある記者に接触した。告発者はこう述べたという。あのネットワークには、表に出ていない人物がいる。その人物は、被害者と同じコミュニティの中にいた。と、被害者の中に、協力者がいた。その可能性が、初めて浮上した瞬間だった。信頼していた仲間が、実は内側から扉を開けていたとしたら、そのことを知ったとき、被害者たちの怒りは新たな方向へと向かい始めた。二人目の容疑者の輪郭が、ゆっくりと浮かび上がろうとしていた。告発者の言葉は、捜査の方向を根本から変えた。あのネットワークには、表に出ていない人物がいる。その一言が、捜査官たちの間に重い沈黙をもたらした。問題は、その人物の正体だった。外部からの侵入者ではない。被害者たちと同じコミュニティの中に、長い時間をかけて溶け込んでいた誰かだった。シンガポール警察のデジタル犯罪捜査班は、取引記録を再度洗い直した。すると、ある不自然なパターンが浮かび上がった。被害者7000人のうち、特定の100人ほどが、他の誰よりも早く、メタゴールドの情報を受け取っていた。そして、その100人の多くが、新たな投資家を次々と紹介していた。紹介した側は、被害者なのか、それとも、加担者なのか、その境界線は、恐ろしいほど曖昧だった。二人目の容疑者として浮上したのは、30代の男性だった。シンガポール国内に住む、ごく普通の会社員に見えた。しかし彼は、テレグラムの被害者グループの中で、誰よりも積極的に仲間を集めていた人物だった。彼が紹介した投資家だけで、総額300万ドルを超えていた。意図的だったのか、それとも、彼もまた騙された一人だったのか、捜査官たちは慎重に言葉を選んだ。だが、彼の口座に残された一つの送金記録が、すべての議論を止めた。送金先は、すでに凍結されていた中国の口座。そして、送金日時は、プロジェクトが崩壊する3日前だった。信頼という名の仮面が、内側から剥がれ落ちようとしていた。そして次の瞬間、この事件は最も衝撃的な局面へと突入する。送金記録。たった一項のデータが、この事件の全貌を塗り替えた。捜査官たちは、その数字を何度も確認した。金額は、決して小さくなかった。そして送金先は、すでに中国当局によって凍結されていた口座だった。日時は、メタゴールドプロジェクトが完全崩壊する。3日前、偶然とは言えなかった。誰かが、終わりを知っていた。終わりが来る前に、逃げていた。被害者たちが公開したブロックチェーンの取引記録は、捜査チームの手に渡り、詳細な解析が始まった。一つ一つのウォレットアドレスを追うごとに、資金の流れが浮かび上がってきた。シンガポールから香港へ、香港からロシアの匿名口座へ、そして、そこから先は、霧の中に消えていた。しかし、ある一点で流れが止まった。ロシアの口座から、さらに別の口座へ送金された形跡があった。その口座の名義は、存在しないはずの人物のものだった。架空の名前、架空の住所。しかし、紐付けられた端末の IP アドレスは、実在する場所を指していた。シンガポール国内、ある高級コンドミニアムの一室。捜査官が扉をノックした時、部屋の中には誰もいなかった。だが、テーブルの上には、まだ温かいコーヒーカップが残されていた。逃げたのか、それとも、最初からそこにいなかったのか。真実は、もう目の前まで迫っていた。そして次のパートで、この物語はついに、誰も予想しなかった結末へとたどり着く。部屋の中には、誰もいなかった。しかし、テーブルの上には、まだ温かいコーヒーカップが残されていた。逃げたのか、それとも、最初からそこには誰もいなかったのか。捜査官たちは、室内を徹底的に調べた。残されていたのは、使い捨ての端末と、複数の偽造身分証、そして、暗号化されたメモリーカードが1枚。そのカードに記録されていたのは、7000人分の個人情報だった。被害者たちの名前、住所、投資額、送金先、すべてが、整然と記録されていた。これは、単純な詐欺ではなかった。組織的に、
計画的に長期間にわたって構築された犯罪ネットワークだった。シンガポール警察は2025年末、この事件を正式に国際組織犯罪として認定した。資金の流れは最終的に中国、ロシア、東南アジアにまたがる17の口座へと分散していたことが判明した。しかし、首謀者の実態は未だ完全には解明されていない。逮捕されたのは末端の実行犯が数名だけだった。被害額2億ドル、回収できた金額はそのわずか 3% にも満たなかった。7000人の被害者たちは今も保証を待ち続けている。あの高級コンドミニアムの一室は今も空室のままだという。コーヒーカップだけが全てを知っている。この事件は終わった。しかし本当に終わったのだろうか。次のエピローグでこの物語が残した最後の問いと向き合う。それから半年が経った。末端の実行犯数名が逮捕された。しかし首謀者たちの行方は今も分かっていない。2億ドルの大半はすでに複数の国境を越えていた。仮想通貨は分散され洗浄され別の形に変えられた。7000人の被害者たちは今も保証を待ち続けている。あの俳優本人は被害者でもあった。自分の名前と顔が詐欺に使われていたことを事件が発覚して初めて知ったという。投資を勧めたメッセージは全て偽物だった。しかし信じた気持ちは本物だった。それがこの詐欺の最も残酷な部分だ。信頼を武器にする犯罪は法律より先に人の心を傷つける。あなたが今日誰かからメッセージを受け取った時、少しだけ立ち止まってほしい。その画面の向こうにいるのは本当にその人なのか。